今回は枕と巻き肩についてお話ししたいと思います。なんか最近巻き肩っていう言葉よく聞きますよね。そうですね。お客様からも質問があるんですけど、自分は巻き肩がひどいので、横向きで寝ない方がいいんですかっていうのがよく聞かれますね。はあ、面白い質問ですね。はい、ということで今日は巻き肩についてお話ししたいんですが、そもそもですよ、巻き肩って医学用語ではないんです。病院に行ってあなたは巻き肩ですよって診断されたとか、巻き肩を治せって言われたとか、そんなことはありえません。ちょっとここに書き出してみたんですが、猫背、巻き肩、反り腰、よく聞くじゃないですか。この中で本当に医学的な言葉であるのは、猫背は、医学的には、円背、円の背中と書いて円背っていうのはお背中の丸み、生理的な湾曲を超えた過度な曲がりのことを円背と言って、これは確かに医学用語ですが、他の言葉は医学用語ではないんです。はい、なのであまりこれをちょっと過度に信じすぎたり怖がりすぎたりっていうのはちょっと医学的に言うとおかしいですよということになります。はい、で、この、今回巻き肩っていうお話なんですけれども、まず、肩確かに丸になっていうことはあると思うので、一旦医学用語ではないにしても巻き肩っていうのは肩が前方に出て背中が丸くなっているこのような状態を巻き肩と一旦定義しましょう。その上でお話を進めていきます。比較的若い方と少しご高齢の方分けて考えると、私の医学的な、経験とかこれまでの研究からすると、この高齢者の場合の巻き肩や背中の丸みっていうのは、どうしても背中が背骨が潰れたり関節が硬くなったり筋肉が硬直して動きが悪くなったりすると、この状態が固まってしまうので、それなりに寝てる時に影響を受けます。しかし、例えば20代30代の方は姿勢が悪いから巻き肩状態になっていたとしても、ちゃんと伸ばすこともできるし元に戻すこともできますよね。よっぽど運動不足で体硬くなってる限りでない限りは普通は元に戻るわけです。ですので寝た時に横向いて寝たら巻き肩になってしまう、寝方によってなってしまうとか、これ状態が、悪いっていうのは巻き肩そのものの問題ではなくて、私に言わせれば枕の高さが合ってないんじゃないですかっていうお話になります。そもそも寝てる時っていうのは右向いたり左向いたり上向いたりいろいろ動くわけですよね。寝返りっていう動作をしているわけですから、別に6時間ずっとこうやって右肩下にして寝てて、朝起きたら右肩が巻き肩になっちゃってたなんてことは医学的に考えるとおかしな話で、それはありえないと思っています。先生、ちょっと質問があります。枕診断士として計測の時に巻き肩の人を見る時に注意することっていうのはありますか？いい質問ですね。巻き肩のお客様が来た時に、私たち枕計測をする際に特別に何かをするかっていうと、そんなこと全く必要もないし、やっておりません。なぜかというと、その若い方でしたら巻き肩に見えても横になっては体が伸びます。計測方法は一般の方と何も変わりません。一方、お背中が丸い、背骨に圧迫骨折がある、体が拘縮して硬くなってる、もしご高齢の方がいらっしゃったとしても、その方が寝た状態で普通通りに枕計測、寝返り状態を見てスムーズに寝返りできるところを枕の高さを決めていくことができれば、それは何ら巻き肩だからどうであるっていう特別扱いは必要ありません。ということで心配しなくて大丈夫です。はい、ありがとうございます。実は自分も巻き肩気味なんじゃないかなって思う時あるんですけど、どうですかね？いや、寝たらですね、横向いていただいて
ちゃんと肩はまっすぐに伸びているので、寝た時は心配ありません。どうしても重力が上から降ってくる。そうすると背中は縮むし、肩は前に行くし、重みがドーンとかかりますよね。こういう立ってる時、座ってる時はぜひ次の体操を覚えていてください。はい、横向きます。まず丸くなってる背中を、胸を起こします。胸を起こします。そして正面向いて、両方の肩を横に張り出すようにぐーっと胸を広げます。はい、もう一回やってみましょう。胸を起こす、胸を左右に張る、この2つをしっかりやっていただければ、日中の、巻き肩対策にもなるのではないでしょうか。最後にもう一回、巻き肩は医学用語ではありませんが、丸くなっている状態を巻き肩と定義するのであれば、枕の計測、これには問題ございません。そして日中はこの体操をやってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。